今回は前回ご紹介したガラスフレンチネイルのフットバージョンとして前回のおすすめのグリッターとホロを組み合わせてやっていきたいと思います。それでは私の左足を使って親指をメインでやっていきます。今回使っていくベースのカラーは前回もガラスネイルでご紹介をしたダスティベージュプリジェルのものなんですけれども、これをそのまま塗っていくんですが、使っていく筆は平筆ではなくフレンチラインをですね取っていきますので、こういった細いポイントの筆を使ってもらうといいです。ハンドのガラスフレンチネイルと同じようにですね、フレンチラインをベースの段階から引きながらこのカラージェルを塗っていきます。フレンチカーブを作りながらプレートに色を塗っていくんですが、前回のハンドとは違って逆向きになってきますので、両サイドのラインから自然にカーブが来るような感覚でですね引いていくんですが、今回はフットにガラスフレンチを作っていくので、やっぱりちょっとガラス部分がですね多い方が入ると思いますので、通常のフレンチより深めにですね作っていただくといいです。そして今回はフットの親指って大きいので、プレートをですねせっかくなので根元のところも逆フレンチみたいな感覚でですね、同じようにガラスフレンチにしていきたいと思います。この爪の根元の白い部分、総半月というんですが、ここの部分を作るようなイメージで円を描いていくんですが、この部分がもともとある方はそれをなぞるような感じで描いていただいたりとか、ない方に関しては大きくちょっと大きめにですね作っていただくと、小さいものより大きい方がバランスが良くなってきます。こんな風にまずは縁取りのような感覚で色を塗りながら形を作っていく。そしてその後に最後に真ん中のところに色を塗っていくという風にですね塗っていってください。親指って大きい分ですねやりやすいんですが、逆にバランスをちょっと間違えてしまうとおかしな感じになってしまいますので、やりやすい分ですねしっかりとこのフレンチのバランスだったりとか、根元のところのこの総半月のところのバランスですね、そういったものも上のラインと同じような感覚になるようにですね揃えていただくと綺麗にかっこよく仕上がってきます。あとは人差し指と小指のところにですねガラスフレンチにしていくんですが、フットのこの親指を除いた残りの4本ってどうしても靴などでですね癖づいてしまって、爪がやっぱり内向きに、私もそうなんですが内向きにちょっと斜めに生えてしまったりとか、変形している爪が足はすごく多いんですが、まず一番初めの形の整えでできるだけまっすぐ揃うようにですね削っていただくのが大事にはなってくるんですけれども、それで揃えていただいてもフレンチのラインをですねこの斜めになっているこの角度に合わせていくのではなく、まっすぐの角度でですねちゃんと見ていただいて、この白いところのエッジのこのラインにですね惑わされないようにフレンチラインをこのように作っていただくといいです。本当に私の残りの4本ですね内向きに爪が生えていっているんですけれども、まずこの形の整えからまっすぐ、できるだけまっすぐなるように揃えていったんですけれども、どうしてももう根元の部分をですね削り切ることってやっぱ難しくなってくるので、そういった時にですねこういったフレンチラインを取っていく時はフレンチラインでまっすぐとなるようにですね調整していただくといいです。でこの小指に関しては、小指も特にですね癖が出やすい爪になってくるので、できるだけフレンチラインがですねまっすぐなるように気をつけていただいて、あとは細かなですねこの根元の部分、すごく角質とかも溜まってると思うんですけれども、そこの部分を丁寧に塗ってあげるといいです。では早速ガラスフレンチやっていくんですが、前回ハンドの時にですね薬指にやっていたエリコネイルの純銀グリッターシルバーですね、それをベースにしたものが私的には一番お気に入りだったので、それをやっていくんですが、それとあとコメントでもいただいた小指のオーロラのランバスですね、それもすごく良かったというふうにお声をいただいたので、今回はそれを組み合わせてやっていきます。クリアジェルと純銀シルバーをですねあらかじめ混ぜておきます。この時緩すぎても硬すぎてもいけないので、しっかりとフレンチラインが作れるぐらいの硬さで調整して作ってあげてください。そしてカラージェル、未硬化ジェルが出るタイプのものは拭き取ってあげてください。拭き取ることによってこのラメラインですね綺麗に描いていくことができますので、必ず未硬化ジェルが出るときは未硬化ジェル拭き取ってください。
そしてグラデーションに使っていくこういったポイントの筆を使って、先ほど空白にしておいたところですね、そこに色塗りをするような感覚でフレンチライン描いていくだけなんですけれども、ハンドの時と同じようにですね、この両サイドの山になってくるこの部分がですね一番大事になってくるので、ここの部分を特にですねちょっと高めに取ってあげるといいです。でフットは特にですねやっぱり横広の爪になってくるので、その分本当直線ラインに見えないようにしっかりとこのサイドのところですね、山を高く取ってあげてください。そしてごめんなさい、ちょっと私の髪の毛で見えにくいと思うんですけれども、この根元の双半月のところにもですね同じようにグリッター塗っていきます。でちょっと私塗ってみてバランスがですね少し小さめだったので、ちょっと大きく修正するような感じで塗っています。こんな風に少し修正したいなといった時にはですねラメラインをですね大きく取っていただくといいんですが、やっぱりもともとカラージェルでラインを作っておいたところにラメを入れるだけのこのラインと、カラージェルの上にラインを取っていこうっていった時のラインのはっきり加減がですねやっぱり変わってきますので、最初のカラージェルでフレンチラインを作っておくのはすごく大事になってきます。同じように人差し指と小指のところにもグリッターフレンチですねやっていきます。で特にこの残りの小さい4本のところもですねやっぱり小さい分直線ラインに見えがちになってくるので、山の部分、親指と同じなんですけれども両サイドの山の部分をできるだけ高めに取るように気をつけてください。そしてあとはですね爪先のところにもしっかりとグリッターが乗るようにですね、ちょっと見にくいんですけれども見にくい分しっかりと乗っていない時って結構ありますので、爪先しっかりと乗せてあげてください。はい、ラメフレンチこんな感じです。続いて中指と薬指は前面にガラスフレンチにしていきます。ですので前面にグリッターを塗っていくんですが、これ前面に塗っていく時これだけフットの足小さい爪になってくるんですけれども、やっぱりしっかりとですね根元サイドのところをですねラインを作るように塗っていきながら、綺麗にですねグリッターを伸ばす感覚で塗っていきます。まずは根元サイドのラインをしっかりと作るような感覚で塗っていただいてから、最後に全体的にですねグリッターのバランスを散らしていくというような感覚で塗っていくといいです。そして今回のようにですねポイントを結構フットのデザインをやっていく時って薬指にポイントを持ってくることって多いんですけれども、意外と薬指って夏場ってサンダルを履くんですけれども、サンダルを履いた時に薬指って意外と見にくいので、私は最近ですね中指にポイントを持ってくることが多いので、そんな感じでサンダルのバランスを考えながらポイントの位置変えていただくといいかなと思います。では続いて中に入れていくホイールをですねカットしていきます。これカットしていくとき親指にはですねちょっと大きめのものが入るんですが、人差し指と小指ですね、そこにはまたさらに小さい三角じゃないと入らないので、そのバランスを考えながらですねカットしていってください。ではカットしたものをまずフレンチグリッターのところにですね塗り代わりになるクリアジェルを塗ってからランダムに置いていきます。今回はこのホイールとホイールの間にですねオーロラのランバスも入れていくので、その隙間にオーロラが入るようなイメージで並べていくといいです。私こういう置いていくものって結構隙間なく置いていきたくなってしまうんですけれども、あまり隙間なくもちろん隙間なく入れていってもかっこいいんですけれども、せっかく下にですねグリッターを引いているので、その隙間からグリッターが見えた方がこういったガラスネイルはですねキラキラ感が輝くかなと思ったので、隙間がちょっとは開くような感覚でですね並べていくといいです。小指のこの小さなフレンチのところにもですねできるだけ枚数は少なくなってしまうんですけれども、綺麗にはみ出さないように入れてください。そしてこの中指、薬指のところもですね、ここはもう全体的に入れていくので、ここで少しですね大きめにカットしたものとかを、細かいものをですねランダムに入れていただいた方がガラス感が生きてくると思います。やっぱりこれだけでもすごくガラス感がすごく素敵だと思うんですけれども、ここにさらにですねトップジェルでコーティングをしていくと、また輝きがですねいい感じに変わってきますので、トップジェルコーティングしていきたいと思います。
やっぱりしっかりとですねこのホイールがですね埋まっている感じでガラス感がこうしっかりとこうキラキラっと輝いてきますので、あまり薄付きだとホロとかホイールがはみ出したりとかチクチクという感じで出てきてしまいますので、そうならないようにある程度たくさんですねトップジェルコーティングしてあげてください。で特に親指に関しては私の親指も特に大きいので、できるだけたっぷりめに置いていただいて、それをですね綺麗になだらかに伸ばしていきます。で親指というかフットに関してはなかなか光のラインってそこまで意識することが難しいんですが、横びろの爪なのでできるだけこう均等にですね根元から爪先にかけて筆を動かしつつ、今回は根元と爪先のところにホログラムの厚みがある分ですね真ん中のところがへこみやすいので、そこにかけてジェルを動かすようなイメージでですねやっていていただくと自然とですね綺麗な光のラインになってくると思いますので、そんな風に塗っていってください。で残りの指に関してはですねもう綺麗に均等に塗っていただくだけで綺麗なラインになってくると思いますので、こんな風に塗っていってください。そして特に爪先がホログラムなので、足ってどうしてもちょっと見にくい分爪先のところコーティングがしきれてない時とか結構ありますので、それを意識しながら爪先もしっかりとコーティングしてください。はい、こんな感じでまたですねトップジェルがコーティングされるとプルンとした感じでガラス感もですねすごく輝いていい感じに仕上がってきたと思います。ではですね形の整えというかフットに関してはサイドのところはですねギリギリのラインでやっているのでなかなかこう整えることはできないんですけれども、爪先をしっかりとまっすぐですねこれも最後通してあげるだけでしっかりピシッとしたラインに通ってきますので、爪先のところ必ずファイル通していただくといいと思います。そして最後にこれも色ジェルのグロッシートップジェルのガラスのようなトップジェルなんですけれども、これをもですねたっぷりめにコーティングしていってください。フットのデザインをやっていくとき親指は大きい爪なので1本色とか塗っていただいてすぐ硬化をしていくんですけれども、残りの4本に関しては小さい指なので、私割とですね2本ずつで分けていくことが多いんですが、2本もしくは4本いっぺんにですねささっとやっていくのもいいと思います。はい、こんな感じでガラスフレンチフット完成です。いいねと思ったらいいねボタンをお願いします。そしてぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ハンドのガラスフレンチネイルもすごく良かったんですがフット通常の白とかのフレンチだとやっぱり足ってなかなかこう目から遠い分ですね目立たないなっていったところが私的には個人的にあったんですけれども、このガラスフレンチならもう輝きが半端ないのですごくいいと思います。そして全面にやっているわけではなく親指とあと残り2本ですねをフレンチにして、その余った2本を全体的にという風にやっているので、キラキラ感もくどくなく前面の指のバランスとかをですね考えていただくとすごくフットならではのキラキラ感がとってもおすすめです。フットは一般的にハンドよりも派手にしたくなるんですけれども、これくらいの輝きがあってもフレンチな分すごく上品に仕上がっていると思います。本当に私的にはハンドよりもフットの方がおすすめだったりします。ぜひやってみてください。続いて我が家のちょっとした出来事です。まずはまたまた我が家のおてんばした娘。最近私ちび息子に離乳食を今食べるのでちょっと多めに離乳食を作って小分けにして冷凍しているんですけれども、それを先日あげようと思ってチンをしてやっていたらやっぱり来ました。私も食べたいともう聞かないので仕方なく1個あげることに。どう思いますか？ちび息子の離乳食を横で同じように食べるおてんばした娘。普段の食は他の子供たちに比べると割とおてんばした娘って小食なんですが、なぜかちび息子のものだけは食べたがるんですよね。離乳食ではなく普通のご飯を食べてほしいです。そして先日もお話ししていたように4月から保育所に通うようになったちび息子、先日子どもの日のお祝いとして園で兜と鯉のぼりの制作をしてもらったみたいで、それを持って帰ってきたので早速ちび息子にかぶせてみたんですが、
当の本人はものすごく被り物を嫌がり、そしてやっぱりおてんばした娘は被っていました。まあこれに関してはちび息子も嫌がっているので、どんどん被ってくださいという感じです。もうすぐ、そうなんです、ちび息子初めての子初節句なのでお祝いをしようと思っているんですが、その時またもやおてんばした娘が主役を取ろうとするんじゃないかと、今から恐ろしいです。以上、そんなこんなのまたはちゃめちゃなおてんばした娘でした。今回も最後までお付き合いありがとうございました。